ネオ安倍川河川高速道路を式交通の便が少し良くなった我らのネオ静岡。折り込み区間などの渋滞の原因の解消にも着手。もっと渋滞を解消して、気持ちいいするぞー。まずは河口に水力発電所を建てるため、河川道路のカーブ部分を一旦削除。で川が溢れないように地形を操作。今は川の水位が低すぎて護岸が崖みたいになってる。堤防を建設していい感じの水位を狙うぜ。地形操作で低くしたところに水力発電所をドーン。で撤去してた河川道路のカーブを再設置と、あとは地形を鳴らして景観整えれば完成だぜ。こんな感じになりそうろー。画面がちょっと暗い。季節が秋になりました。河川道路を走る車を追従してダム観光。でかい建造物ってあるだけでなんか心躍るぜ。水位がまだ低いけど、溜まってきたらもっといい感じの景観になるかな？ネオ静岡の新たな観光名所になりそうだ。ちなみに発電量は 31.4kW。まだ水位低すぎでメガワットですらねー。水位上がったら再確認で。では川の水位が上がるの待ちつつ、がっつり道路の改善工事をすっぞー。地獄の渋滞が発生してた住宅街前を一掃だぜ。今回は最初から高架で作って、下をくぐれるようにしました。平行モードの間隔も1から2にして、真ん中の隙間も広くなってるぜ。適当に作った交差点も撤去じゃあ。ここ狭くて一部右折諦めた欠陥交差点だしな。下の高架が 8.75 メートルで、さらにそれをまたぐように15メートルの高架を建設。長めに敷いた道路は使用したい長さのところに新たに道路を敷けば、欲しい長さで削除できます。小細工入りまーす。その切断部分から地上に向けて道路を延伸。高さ15メートルから地上、急な坂にならないように注意な。傾斜 10% 以下を目指して敷設しております。それでも急だがとりあえず国の道路構造例の 12% は厳守したいな。お次は簡単にできる左折を接続多く。こっから先が頭を悩ますところだぜ。左折が交差するところに横断歩道ができちゃってるのでこれを撤去。してたらそもそもここも高速にすりゃええやんと気づく。おい。一般道と繋がってるけどここなんか建てるわけでないし、一般道にする意味ないや。この世界の住民高速だろうと平気で歩くしな。一般道の方は4車線道路、接続部分の車線数を合わせるため高架を2車線化。これなら合流部分の割り込みも減るかな？上りの右折のため、グイーンとカーブさせて下り左折の道路に接続。狭いところを無理くりやりくり。反対側もホイットな。柱が邪魔で設置できなかったりするから、地味にカーブの調整が面倒。お次は逆側の右折のためにランプを出します。平行モードの間隔を2にしたのがここで活かせるぜ。それを地上まで下ろしてグイーンとやって右折させます。ここも橋脚が邪魔になるから、微妙なカーブでずらしたりした。で同じ要領で逆側も不整列。これで直進右左折全部接続完了だぜ。欠陥交差点からの卒業だー。右折と左折が合流してるとことかちょっと心配だが、これ動かすのはワクワクするぜ。まあ他もがっつり解体済みだし、動かす前にそっちも作らないとね。そうだったな。撤去した歩道橋の代わりに今回は地下道を設置。15メートルの高架上にさらに歩道橋は太ももがやばい。周りが寂しかったのでお花を植えときましょ。必殺、適当に植えて緑地か。さてこっち側も解体済みだし、綺麗な交差点に作り直すぞー。混みやすい場所だからしっかりしたの作らないとな。あそうだここの出入り口反対にするんだった。一方通行を逆向きにしろー。あれ？バス停ある場所道路切れてる判定されてるぞ。理由がわからん後回しだー。うちのレイムさんは勢いだけで生きてます。さてここんところの幹線道路も、高架の高速道路に作り直し。東名高速道路と繋がってるところだな。先に作ったジャンクションと同様の作り方で交差部分を作成。今回はさっきと違って縦横両方とも高速の平行道路だから、ランプをちょっと変えないとだ。まずは左折の接続合流するところの車線数を減らして、そこにランプを接続。道路のダウングレードしたところに1本追加する方法なら、綺麗にランプが繋げられるぜ。そんで真ん中にランプを出して、カーブさせて左折に合流。さっきもやったから少し手慣れてきたな。スナップをオフにして、アップグレードで微調整。疑似ムーブイット。これ使えば変にぐにゃった道路が直せたり、便利であります。これで縦方向の右左折が完成だな。それなりに右折のランプも長いし、つまらず稼働してくれるかな？お次は横方向の右折のランプ、高架でちょこっと中央に出してから地上に下ろします。上から迂回させるんじゃないのな。まあただのこの時の気分だよ。適当だな。
柱がとなりつつもなんとか接続に成功。柱の位置変えたい場合、道路式直しだからめんどいんだよな。反対側も同様に繋いでこれで完成。矢印だけ見ると迷子になりそう。手前が左折で奥が右折で覚えれば、日常生活には影響ないと思うよ。さあ学園都市と商業区を行き来できる直通の道路も敷くぞ。柱が邪魔だ。ほんとお前後先考えない生き方してるよな。柱の隙間を縫うように無理やり敷いてみた。これはなんか違う気がする。ここ繋いだら便利そうだけどどうしたものやら。困ったな。とりあえず歩行者は地下道を通して移動できるようにしときましょ。で高架下のへんてこ道路は撤去して、それっぽいカーブの道を作りました。これは混雑しそうだ。まあ様子見てやばかったらバイパス追加しましょ。お次は渋滞必至の学園都市の入り口の建設だ。ここも渋滞しまくってたから少し工夫したいな。入り口が1箇所だとすぐキャパオーバーするので、2箇所から入れるように設計。車がいっぱい来るのは仕方ないので分散させよう作戦。高速からのランプも2車線と、気持ち太めにしました。右左折で喧嘩しそうな気もするが、この辺も観察してから微調整だな。さてお次は出口の建設、内側に車線数を増やしランプを出すための空間を確保。適当なところで道路を区切り、綺麗に一部だけアップグレードする小細工をしよう。そんでその道路からランプを伸ばして地上に下ろしました。今は矢印逆向きだけど、ここから車が高速道路に乗れるぜ。反対車線も同様に工事。スペースギッチギチでござる。そんで地上を通ってこんな感じで接続しました。これなら高架下でも敷けるんじゃね？流れてる車みたいのであえての設計です。謎のこだわり。これで学園都市の出入りは完璧だ。いや地下道の出入り口の存在忘れてるぞ。そうだった。一方通行逆向きに変えたら、どうしてもここの接続が切れる。ここ人気のバス停があるから壊したくないんだよな。お花植えるのも大変だったし、思い入れがあるのでできるだけ壊したくないよ。もう、めんどくせー。一方通行は元のままにして、地下道の方を出入り逆に作り直しじゃあ。割としょうもない理由で大工事になった。こんな感じになりそうろー。絵面が地味すぎてわかりにくい。これだから地下道は嫌いなんだよ。まあとりあえずこれらが高速と繋がってるのな。一番苦労したのは地下から出て折り込み区間にならないように、高速の中央にランプを繋いだとこ。高架の上にさらに高架で高さがあるのに、そこから地下に降りるジェットコースター。カーブでスピード落とさないとそのまま宙を舞いそうな危険地帯が完成。これはやんちゃな少年がスケボーとかでやらかしてニュースになりそう。きっついカーブに死神が潜んでおる。さて学園都市の出入り口の工事が完了したので、今度は住宅街の出入り口の工事を開始。ここもきっつい渋滞してたから、がっつり渋滞対策しないとな。まずは高架下に住宅街と商業区をつなぐ道路を敷設。これで気軽に商業区に行けるようになるぜ。で逆サイドも同じく接続。ちょっと迷ったけどその道路を一方通行に変更。双方向の方が便利そうだけど、一方通行の方が車が流れそうな気がするな。そして高速からの降り口は、住宅街商業区どちらにも行けるように一方通行ぐるぐるを採用。ランプの繋ぎ方次第で割り込みしそうだから注意だぞ。あいよ。ランプは定番になりつつある中央に出す方式。反対車線も同じ方法にしてるから微妙に勾配がきつくなる。こんな感じになりそうろー。あれ？これだと高速から降りれるけど登る方法がないんじゃね？しまったー。アホにも程があるぞ。というのは冗談でこっち側を最初から上りにするつもりでした。一安心。そんなわけで高速降りる車だけで渋滞やばそうなので上りと分けることにしました。そしてこんな感じになりそうろー。なんかごっちゃりしてる。そう、早く交差点を稼働させたい欲求が限界に達し、手抜き工事になったのだ。ダメじゃねえか。大丈夫これで動くから、多分。適当だな。さあ回収した道路を稼働じゃー。ぬるぬる動いておる。気持ちいい。時間は今深夜1時、道路の進化はラッシュアワーまでわからんぞ。っていうかもうすでに詰まった。はいよ。糸かなし。ランプ合流させるなら車線増やさんとだな。そんなわけでこの部分を2車線にアップグレード。これで割り込みせず綺麗に流れるかな？幹線道路も3車線から4車線に増やしたから、これでレーン分かれたし割り込まないようになったかな？とりあえず様子見るか。右折してくる車が下に降りるときに、幹線道路横切るからこれ直進の邪魔だ。
改修道路、稼働直後に欠陥見つかる。そんなわけで無理やり逆側にも降り口を追加。見栄えなんて関係ねえの超絶突貫工事。そして時間は朝5時、新しく作った交差点は快調に稼働。雪が降って微妙に見づらい。こっち側は交通量も少ないので今のところ順調。反対側はどうなった？さあ今回頑張った交差点の結果はいかに？気持ちいい。はい、今回2回目の気持ちいいいただきました。頑張ったかい、あったどう？では交差点はちゃんと使えたけど、区画への入り口で詰まってやべっとこっそり直しつつ今回はここまで。おい。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。がっつり道路の改修工事をし渋滞を解消したレイム、果たしてこの後どんな開発を進めるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って、じゃ、またねー。